第1章甘い誘惑と忍び寄る焦り。翔も夏合宿行くだろう。当然安っぽい居酒屋の喧騒の中、サークルの同期がすでに赤らんだ顔で肩を組んでくる。田中翔19歳、ごく普通の大学2年生。奨学金とコンビニバイトでなんとかやりくりする彼の日常は、華やかなキャンパスライフとは少しだけ距離があった。当たり前じゃん。盛り上げ役の俺がいないと始まんないだろ。翔はなけなしの金で注文したウーロン茶を煽りながら完璧な笑顔を作ってみせた。だがその視線の先、テーブルに置かれたスマートフォンの画面には非常な現実が映し出されている。銀行アプリの残高12,040円。今月のバイト代は教科書代とアパートの更新費用でほとんどが消えた。夏合宿の費用は5万円。今からシフトを増やしたところでどう逆立ちしても捻出できる金額ではなかった。悪い、先帰るわ。明日一限からなんだ。お疲れ。仲間たちの楽しそうな声を背中で受け止めながら翔はそそくさと店を出た。夜風がアルコールも入っていないのにほてった方を冷ましていく。情けない。金がない。その事実がじわじわと翔の自尊心を蝕んでいく。アパートのベッドとも呼べない安物のマットレスに倒れ込む。天井のシミを見つめながら翔は無意識にスマートフォンを手に取った。 SNS を開き、検索窓にまるで吸い込まれるかのようにその言葉を打ち込んでいた。高額バイト、即日現金。第2章指示役 K との接触。タイムラインをスクロールする指が不意に止まった。身分証だけで OK。 スマホ契約して送るだけで5万円。怪しすぎた。翔は鼻で笑い画面を閉じようとした。だが5万円という数字がまるで呪いのように翔の脳裏に焼き付いて離れない。5万円あれば合宿に行ける。仲間たちと同じ夏を過ごせる。 DM を送るだけならそのほんのわずかな出来心が地獄の扉を開く鍵だとは、その時の翔は知る由もなかった。はじめまして、バイトに興味あります。送信ボタンを押してわずか30秒後、即座に K と名乗るアカウントから返信が来た。ご連絡ありがとうございます。田中様、学生さんですか？はい、19歳、大学2年生です。素晴らしい、最適です。 K は驚くほど丁寧な言葉遣いだった。不安に思われるかもしれませんが、これは違法なバイトではありません。携帯キャリアが実施している新規契約キャンペーンの穴を利用するだけです。穴ですか？はい、我々が指定する最新のスマートフォンを田中様の名義で契約していただき、その端末を我々に郵送していただく。それだけで端末代金とは別に5万円の報酬をお支払いします。契約したスマホの代金はどうなるんですか？ご心配なく、月々の支払いや端末の残債はすべて我々の方で処理します。田中様には一切ご迷惑はおかけしません。あまりにも話がうますぎる。だが K は翔の不安を先回りするように言葉を続けた。ただ端末がこちらに届く前に報酬を支払うとそのまま持ち逃げする方が過去にいらっしゃいまして、申し訳ないのですが端末の郵送を確認後24時間以内に指定口座に5万円を振り込むという流れでお願いしています。その説明は妙に説得力があった。5万円あれば。翔は目を閉じた。まぶたの裏に笑い合うサークルの仲間たちの顔が浮かぶ。やります。やらせてください。第3章罪悪感という名のブレーキ。翌日、翔は新宿の大型量販店のカウンターにいた。K からの指示はキャリア3社で最新のスマホを2台ずつ合計6台契約してくださいというものだった。お客様、お一人で6台もご契約ですか？カウンターの女性店員が怪げそうな表情を浮かべる。翔は心臓が口から飛び出しそうになるのを必死でこらえ、K に教えられた通りのセリフを口にした。あ、はい。サークルの仲間と一斉に乗り換えることになりまして、俺が代表で手続きしに来たんです。引きつった笑顔。自分でもわかるほど声が上ずっている。店員は一瞬何かを疑うように翔の目を見たが、すぐにさようでございましたかと事務的な笑顔に戻り、手続きを進めた。次々と提示される契約書。翔はそこに記載された総額90万円という数字から目をそらすように言われるがままにサインを繰り返す。手が
震えていた。胸の奥底でけたたましく警報が鳴り響いている。やめろ引き返せと。だがその警報をこれで5万円もらえるんだという強欲なサイレンが無理やりかき消していく。数時間後、ずっしりと重い最新スマートフォンの箱が6つ入った紙袋を手にショーは店の外に出た。新宿の雑踏がまるで自分を非難しているかのように見えた。第44章消えた K。 ショーは逃げるようにして近くのコンビニに駆け込みレターパックを6つ購入した。 K に指示された通り1台ずつ丁寧に梱包し都内の私書箱宛ての住所を書き込む。店員に渡すその瞬間までショーは本当に大丈夫だろうかと迷っていた。だがもう後戻りはできなかった。発送しました。これが伝票番号です。証拠の写真を添えて K に DM を送るとすぐに既読がついた。ありがとうございます。受領確認後、明日の昼12時までにご指定の口座へ5万円を振り込みます。安堵感が全身を包んだ。これで全て終わった。明日になれば5万円が手に入り、すぐに合宿費を振り込める。ショーは90万円という借金の契約書にサインした重みを都合よく忘れ去ることにした。その夜は久しぶりにぐっすりと眠れた。翌日、ショーは午前中からスマートフォンの銀行アプリを何度も更新していた。昼12時、振り込みはない。まあ少し遅れてるだけだよな。午後1時、まだ振り込まれない。 K さんどうなってますか？ DM を送るが既読がつかない。午後3時、焦りが募る。もう一度メッセージを送ろうとした。その時ショーは全身の血が凍りつくのを感じた。ユーザーが見つかりません。 K のアカウントは跡形もなく削除されていた。頭が真っ白になる。嘘だろ？騙された。5万円を丸ごと。いや違う、5万円どころじゃない。ショーは自分の名義で契約した90万円以上のスマートフォンの端末代金と月々の通信料が全て自分にのしかかってくるという事実にようやく気づいた。第5章本当の地獄の始まり。5万円を騙し取られた。ショーは自分の甘さを呪った。だが本当の地獄はそこからだった。1ヶ月後、ショーのアパートの郵便受けに見慣れない分厚い封筒が3通突き刺さるように入っていた。キャリア A 社、キャリア B 社、キャリア C 社。恐る恐る震える手でその封筒を開封する。そこにはショーの名義でそれぞれ2台分の通信料と端末代金の分割支払いを要求する請求書が入っていた。合計金額98,500円。声にならない悲鳴が漏れた。払えるわけないだろ。こんな金額。ショーはパニック状態で各社のサポートセンターに電話をかけた。俺騙されたんです。 K ってやつに。そいつが払うって言ったのに。お客様、お気持ちは察しますが、電話口のオペレーターは感情を一切含まない声で続けた。ご契約者様は田中翔様ご本人となっております。契約書にもご署名をいただいておりますので、お支払い義務は田中様に発生いたします。でも端末は俺持ってないんですよ。端末がお手元にあるかどうかにかかわらずご契約は有効です。今月末までにお支払いが確認できない場合、誠に不本意ながら法的な手続きに移行させていただく場合もございます。物理と通話が切れる。法的な手続き。その言葉がショーの頭の中で不気味に反響した。第6章被害者から加害者へ。パニックになったショーは親にもサークルの仲間にも相談できるはずがなかった。スマホ契約転売詐欺払えない。実質の暗闇の中、ショーはスマートフォンの検索窓に震える指で言葉を打ち込んだ。画面に表示されたのは絶望的な言葉の羅列だった。それは詐欺罪です。通信キャリアを騙して端末を契約する行為は立派な犯罪です。名義を貸したあなたも逮捕されます。実行犯として全額の支払い義務を負います。ショーは自分が被害者であると心のどこかで思っていた。K に騙された哀れな被害者だと。だが違った。自分がやったことは通信キャリアという企業を騙し、端末90万円相当を騙し取るという詐欺の実行犯そのものだった。自分は被害者であると同時に加害者でもあった。その事実に気づいた瞬間、ショーは息ができなくなった。部屋の隅で膝を抱え、ただ震えることしかできなかった。
5万円の誘惑が生んだ代償はあまりにも重すぎた。第7章震える手で掴んだ最後の糸。請求書は督促状に変わった。赤文字で書かれた最終通告の文字が翔の精神をさらに追い詰めていく。大学の授業も頭に入らない。コンビニのバイト中も客の顔がまともに見られなかった。夜、アパートのドアがノックされるたびに警察が来たのではないかと心臓が跳ね上がった。もう無理だ、自首するしかないのか。翔は再びスマートフォンを手に取った。闇バイト自首。検索すると無数の情報がヒットする。その中で一つの法律事務所のホームページが翔の目に留まった。闇バイト問題に強い弁護士があなたの再出発をサポートします。再出発。その言葉が暗闇の中に差し込んだ。かすかな光のように思えた。翔は震える手でその番号をタップした。ブルルルル。数回のコールの後、落ち着いた男性の声が聞こえた。はい、高山法律事務所です。声がうまく出ない。大丈夫ですよ。ゆっくり話してください。その優しい声に張り詰めていた何かが切れ、翔は自分が何をしたのか、今どんな状況にあるのかを泣きながら夢中で話し続けた。電話の向こうの男は翔の話を一度も遮ることなく静かに最後まで聞いていた。第88章反撃の自首という選択。数日後、翔は高山法律事務所の応接室にいた。目の前に座る弁護士鉱山は翔が想像していたよりも若く、しかし鋭い目を持った男だった。というわけで、俺は詐欺師なんですよね。翔が消え入りそうな声で尋ねると、高山は静かに首を横に振った。君は確かに通信キャリアに対する詐欺罪に問われる可能性がある。そこから目をそらしてはいけない。だが同時に君は K という詐欺グループに騙された紛れもない被害者でもある。被害者。君がやるべきことはこのまま借金に怯えて逃げ続けることじゃない。高山は翔の目をまっすぐに見つめていた。今からでも罪を償い、被害を最小限にする道が一つだけある。何ですか？それ、警察に自首することだ。自首？翔は思わず立ち上がった。そんなことしたら俺逮捕されて。落ち着きなさい。高山が制する。自首は逃げじゃない。君が K グループを断罪するための唯一の反撃なんだよ。高山は続けた。君が持っている K との SNS のやり取り、端末を郵送した私書箱の住所、それは警察が詐欺グループを検挙するための何より強力な証拠だ。君が自らそれを提供し、捜査に全面協力することで、君自身の罪も情状酌量の余地が生まれる。君がこのまま逃げれば、君はただの詐欺の実行犯として90万円の借金と前科を背負うことになる。だが今勇気を出して一歩を踏み出せば、君は詐欺グループ壊滅に協力した反省している原価会社として再出発の道を探ることができる。どちらを選ぶ？鉱山に問われ、翔はうつむいたまん拳を強く握りしめた。行きます。俺自首します。第9章断ち切られた犯罪の連鎖。翌日、翔は高山弁護士に付き添われ警察署に出頭した。刑事は最初翔のことを闇バイトに手を出したただの使い捨ての駒という目で見ていた。だが翔が提出した K との生々しいやり取りのスクリーンショット、そして K が指定した私書箱の住所という物証を見て、刑事たちの目の色が変わった。この私書箱、最近多発している別の逸話、弾と同じだ。そこからの警察の動きは早かった。翔が提供した情報が決定的な証拠となり、警察は詐欺グループの拠点を特定。数日後の早朝、主犯格の K を含む数名が騙し取った端末を不正に転売しようとしていた現場で、一網一句一網打尽に逮捕された。翔は捜査に全面協力したこと、深く反省していること、そして高山弁護士の尽力により詐欺罪については起訴猶予処分となった。逮捕も前科もつかずに済んだ。だがもちろんそれで全てが解決したわけではない。翔が自分の名義で作った90万円以上の借金端末代は法的には支払い義務が残る。翔は再び絶望しかけた。しかし高山弁護士はそこも諦めていなかった。高山はキャリア各社に対し、田中翔もまた K グループによる組織的詐欺の被害者であることを
警察の捜査資料とともに粘り強く説明して回った。その結果、キャリア各社もショーの状況を鑑み、ショーがアルバイトで稼ぎながら現実的な金額で分割返済していくという和解案に応じてくれたのだった。第10章償いと再生。ショーは大学と実家の両親に全てを打ち明けた。電話口で泣きながら土下座するショーに両親はバカ者と叱責し、そして生きていてよかったと泣いた。サークルは辞めた。合宿にももちろん行けなかった。ショーはそれまで入っていたコンビニのシフトを倍にし、さらに深夜の物流センターでの仕分け作業という新しいバイトを始めた。すべては自分の甘さが招いたこと。あの時5万円という誘惑に負けた代償だ。数ヶ月後、深夜バイトの帰り道、駅の小さなニュース画面にスマホ転売詐欺グループ逮捕の文字が流れた。K の力なくうなだれる姿が映っていた。ショーはその画面をただ静かに見つめていた。高山先生、これが今月の返済計画書です。法律事務所でショーは鉱山に頭を下げた。そうか、無理はするなよ。体を壊したら元も子もない。大丈夫です。自分の足で少しずつ返していきます。俺、大学辞めずに法学部目指して勉強し直そうと思ってるんです。高山は一瞬驚いた顔をしたが、すぐにあの日のように鋭く、そして優しい目で笑った。そうか、なら今のうちに言っておく。弁護士費用は出世払いで高くつくぞ。地獄への片道切符だと思った道は確かに地獄だった。だがその先には苦いながらも自分の足で歩き直す未来が続いていた。ショーは二度とあの甘い誘惑に負けないと固く誓った。今回の法律 Tips スマホ契約代行バイトの恐ろしさ。今回のエピソードいかがでしたでしょうか。主人公のショーは最終的に再出発の道を見つけられましたが、一歩間違えれば借金と前科を背負う最悪の未来が待っていました。スマホを契約するだけ。この言葉の裏には2つの重大な犯罪が隠されています。1、キャリアに対する詐欺罪の可能性。最も恐ろしいのがこれです。端末を転売する目的や料金を支払う意思がないにもかかわらず、それを隠して契約する行為は携帯電話会社を騙して端末や回線を騙し取る行為、つまり詐欺罪刑法第246条にあたる可能性があります。知らなかった K に言われたからは原則として通用しません。契約書にサインしたのはあなた自身だからです。2、携帯電話不正利用防止法違反の可能性。また自分以外の他人に使わせる目的で携帯電話を契約する行為は携帯電話不正利用防止法に違反する可能性もあります。これらの犯罪に加担してしまうと報酬がもらえないどころか、自分が契約した端末代金数十万円の全額を請求され、さらに逮捕起訴されて前科がつくというまさに地獄のような事態に陥ります。もし手を出してしまったら、万が一ショーのように闇バイトに手を出してしまったら、絶対に一人で抱え込まないでください。請求や取り立てを無視し続けるのが最悪の選択です。できるだけ早く闇バイトや詐欺の問題に詳しい弁護士や警察に相談してください。ショーが自首という形で証拠を提出したように、捜査に協力することで処分が軽くなる可能性もあります。楽して稼げるうまい話は絶対にありません。その誘惑の先にあるのはあなたの人生を破滅させる罠だけです。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。